一銭でも金を稼げる可能性があるのなら一かけらも無駄にしない。その男が幼い頃、旅館を営む母親はキャンセル客の食事を腐る直前まで温存して次の客に出した。いくら待っても新しい客が来なかった時、腐りかけたごちそうがようやく目の前に差し出され、それを兄弟たちと食べた。たった10代で始めたタクシー会社は今や巨大なグループ企業となった。いかにもブラック企業がやりそうな厳しい社員研修や独特の給与システムから批判されることもあったが、多くの顧客からは愛された。しかしなぜタクシー乗務員は尊敬されないのか。その男は無謀にも世界的ファッションデザイナー森英恵に制服のデザインを依頼。剣もほろろに断られるが何度も食い下がり口説き落とした。グループ総売上高は351億円。グループの従業員総数は4834人。一代でこの巨大帝国を作り上げた男の名は青木貞夫。今回はあの MK タクシーの創業者にスポットを当ててみよう。いわゆる在日一世である青木は昭和3年、日本統治時代の韓国に6人兄弟の三男として生まれた。本名はユ・ボンシク。生家は雑貨店だったが、青木が幼い頃に倒産。以後母親が小さな旅館を経営して6人を養った。青木はこの母親から経営者として大事なことを学んだという。例えば宿泊をキャンセルした客の食事が余っても母親はほんの一口も食べさせてくれなかった。腐る直前まで取っておき、まだ客に出せるうちはその食事を次の客に出すという、決して客に知られてはならない手法を実践。いくら待っても新しい客が来なかった時、腐る直前のごちそうがようやく青木たちに回ってきた。こうした母の影響で一銭でも金を稼げる可能性があるのなら一かけらも無駄にしないという徹底した倹約合理精神が青木の中に醸成されていった。昭和18年、青木は日本の立命館大学に留学した。京都市内の下宿で青木たち学生の面倒を見ていたのはドイツ国籍を持つその家の夫人。彼女は青木に大きな影響を与えた。どんなに寒い冬の夜でも湯たんぽ一つを家族で使い回すという具合に一切の無駄贅沢を許さなかった。2階に寝泊まりしていた青木が夜1階の明かりをつけたまま布団に入ろうものならたとえ熟睡していようが叩き起こして明かりを消させた。こうした下宿での体験が後に街頭訓練などの徹底した社員教育につながっていった。その後青木は授業料を払えなくなり大学を中退したが、昭和31年、ひょんなことからガソリンスタンドの経営を引き継ぐことになった。さらに4年後の昭和35年、運輸省がタクシー会社の新規免許申請の受付を開始したことで青木もタクシーの免許を申請した。この時点では単に儲かりそうだからという理由だったという。今では信じられないが昭和30年代のタクシーは交通法規を無視し乗車拒否や無謀運転は当たり前。こうしたタクシーは神風タクシーと呼ばれた。運転手の格好はランニングシャツに腹巻き、捨ててこ、セッタ。客に挨拶もしなければ行き先も聞かない。道が悪く客が天井に頭をぶつけると乗り方が悪い、降りろと怒鳴る。これが業界の常識だった。そんな時代に青木は車10台と24人の運転手で MK の前身である南タクシーを京都でスタートさせた。当時は就職難で運転手を募集したら200人もの応募があった。その中から青木は厳選した24人を採用したが、いざ営業を始めてみると無断欠勤、遅刻、早退が横行した。朝会社に行ったら運転手が来ていないということも珍しくなかった。困り果てた青木は先輩の同業者に相談したが、その答えに青木はさらにショックを受けた。青木くん、それは治らへん。業界の常識や。24人必要なら30人以上雇いなさい。そして早く来た人から乗せる。後から来た人は車がないから乗せんでいい。賃金も払わんでいい。こんないい加減な労務管理では将来性がない。こうした考えのもと青木は早速運転手の教育を始めたが、一向に状況は変わらなかった。
そこで青木は24人の運転手の家を訪問した。多くの運転手は4畳半や6畳、8畳一間に家族で住んでいた。タクシー運転手は昼夜交代制。昼働いて夜休む、または夜働いて昼休む生活。昼間、部屋に子供がいては眠れない。夏は暑いので窓や扉を開けることになり、そうなると雑音で寝られない。そうして寝過ごし遅刻してくる者や、もう今日は面倒だから休もうと言って欠勤する者が出てくる。または寝不足のまま出社して無理をして事故につながる。教育以前に運転手の生活環境を改善することが急務であると気づいた青木は、社宅南ホームセンターを作り、独身者は2階、所帯持ちは1階に全員住まわせた。さらに昭和39年、青木は厚生年金基金から金を借りて 2DK の団地を建てた。部屋は2間以上あり、バス、キッチンも完備。徐々に生活環境を改善していった。南タクシーより遅れること4ヶ月、昭和36年、花巣の林業からによって桂タクシーが創業するが、昭和38年に南タクシーに買収される。後に南と桂の頭文字を取って MK タクシーへつながっていったが、当初はそれぞれ屋号は変わらず、別のタクシー会社として営業を続けた。しかし社内的には南タクシーと桂タクシーの総称として何かにつけ MK というワードが使われるようになった。例えば従業員は MK 社員、その奥様方は MK 婦人会、社員向けに安価に分譲する団地は MK 団地、社下の MK 傘下に社内法の MK 速報、同社が運営するボーリング場は MK ボールという具合だ。こうして従業員の生活環境は改善していったが、まだ不十分だと思った青木は昭和44年、社員が家を持てるようにと給料の大幅アップを決断した。昭和10年頃のタクシー運転手は花形職業と言われ、給料は銀行の支店長やパイロット、商社の部長や課長に匹敵した。しかし昭和44年頃は銀行の支店長の月給は12万円、タクシーの運転手は7万円。新しい給与制度はこの差額分の5万円を実質的に引き上げるものだった。月給7万円に対して5万円もの昇給をすれば会社の財政は逼迫する。同業他社からは MK は3ヶ月と持たないと言われた。しかし実際にはここから MK は生まれ変わり成長していったのだ。賃金を上げたなら同時に生産性も上げなくては会社は潰れる。その日から青木は朝5時に起きて出社。夜勤明けの運転手が帰ってくるとお茶を入れて話をした。このままだと会社は潰れます。皆さんにも迷惑がかかります。できることをしましょう。こうして青木は飲む時でも遊ぶ時でも食べる時でも社員と一緒にやり話をした。部品代をどうしたら減らせるか、どうしたら燃費を上げられるか、どうしたら車を長く持たせられるか、運転手と一緒に経費削減について考え、徹底的に実践するうち、給料を5万円アップして増えた会社の支出のうち2万円相当分のコストダウンを達成した。それから今度は売り上げを伸ばそうと話し合う。タクシーはお客を乗せても乗せなくても1日走らせるのに経費が7000円かかる。空車でいるよりはどんなに近い距離のお客であっても乗ってもらった方が結果的に儲かるというのが青木の持論だった。さらに当時は乗車拒否全盛の時代。近場の客は儲からないから乗せないという同業者が多い中、青木は近距離でも何でもとにかくお客様が手を挙げたら止まりなさいと言い続けた。そのうち同業者がそんな近いところは後ろの MK に乗ってくれと言うようになった。そうして京都中に MK の評判が広まっていった。 MK は親切で安心だ。近いところでもあんなに親切だったんだから遠いところでもきっとそうに違いない。選ばれるタクシーへのスタートだった。そのうちに運転手1人平均の売り上げが4万円アップした。コストダウンで稼いだ2万円と合わせて6万円。
賃金を5万円上げても会社に1万円が残るようになった。こうして営業効率アップと経費削減がセットになった独自の給与制度は MK システムと呼ばれた。通常多くのタクシー会社では運賃収入の一定の割合を会社に差し引かれ、残りを運転手が受け取る。燃料代や車の維持費など必要経費は全て会社持ちだ。しかし MK では車の減価償却費や燃料代、修理代、会社の事務費用、制服代をドライバーが負担。これらの経費を運賃収入から差し引いて残った利益の 83% が運転手、17% が会社の取り分となる。つまり運転手にとってはタイヤやブレーキの摩耗、燃費を抑える走り方をすることは自分の手取りに直結する。こうすることで運転手一人一人が我が身のこととして経費削減を考えるようになった。しかし運賃収入の高にかかわらず一定の経費を徴収するのは会社側に一方的に都合がいい仕組みという見方もあり、青木のこうしたやり方には批判もあった。一方でやれば報われる合理的な仕掛けでもあり、やる気のある運転手にとっては他社以上の収入を得られる仕組みでもあった。こうして住宅と給料、生活環境を良くして余裕を持たせると欠勤や遅刻が減り、事故も少なくなっていった。ようやくまともに教育ができる状態になったところで、青木はまず挨拶を徹底させることから始めた。しかし朝一番に会社に行って運転手に挨拶をするが誰も返事をしない。おはようさん、おはよう、おはようさん。教育は経営者がどこまで辛抱できるかにかかっている。青木はとにかく辛抱してやり続けた。あなたはお年寄りを大切にしていますか？はい、していますか？はい、していますか？はい。京都のタクシーを我々変えてきたんや。だから先輩がみんな変えてきたんだ。この大きな声出すことによって。またありがとうを徹底するありがとう運動を実施。そんなこと客商売として、いや人として当たり前のことだろうと言いたくなるようなことだが、当時タクシードライバーは挨拶をしないのが当たり前だった。現在では接客レベルの高さから予約が多いタクシー会社と評される MK だが、当時はそんなことできないと言って辞めていく運転手もいた。その挨拶をしないのが今まで常識だったわけです。道徳だった。それを打ち破るためにね、大衆の中でね、やらんといかんわけ。青木は朝出勤したら必ず一人一人の運転手に日報を手渡し話をするようにした。しかし24時間365日どこかで走っている運転手を集めるのは大変だ。青木はそのうち無線を通じて朝礼を行うようになった。社員の皆さん、おはようございます。当然そのタイミングでお客が乗っていることもあるが、それでも構わずお客にも向けて朝の挨拶をし、正月も休むことなく MK 流の理念を運転手に伝えた。お客様、おはようございます。MK 社員の皆さん、おはようございます。早朝からの経験、大変お疲れ様でございました。徐々に運転手の質が高まっていった。当時タクシーは深夜時間帯の運行はしていなかったが、昭和47年5月 MK では深夜ステーションを開設して急病、休養、出産に対応できるようにした。またタクシーを市民に返す運動として乗車拒否は絶対にしないなど、公共交通機関としての使命を果たそうという運動を開始。同年7月には市民の声を聞く運動として京都市民にアンケートを実施。10月には車椅子などの身体障害者を優先して乗せる取り組みを開始した。当時のタクシー業界では車椅子に乗った人に対する乗車拒否が横行していた。青木のアイデアはこうした奉仕の精神がにじみ出たものだけでなく、売上アップの施策も次々に打ち出した。昭和48年には動く情報デパートと称して社内でカタログ通信販売を行い副収入を狙った。さらにチケットで乗車できる会員制度を始めたり、市内のボーリング場を買収し、当時流行していたボーリング場の経営や養護学校の送迎バス事業に乗り出した。
また運賃には挨拶などのサービスも含まれているという考えから、運転手がありがとうございます、お忘れ物ありませんかなど4つの挨拶を言わなかったら料金を受け取らないと宣言。昭和53年には全ドライバーが日本赤十字社救急員の講習を受け、応急処置が可能な救急タクシーを開始した。タクシー業界はよく言えば保守的、悪く言えば古くからの慣習に縛られ、自ら変わろうとしない体質があった。半ば慣れ合いにも似た状態の業界内にあって、青木は常に変革者だった。さっきも来たんと目と倒すやつおるかい。お客様どちらが。あかん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 、分かりましたってあかんねん。お前どんな教え方してんの。もうそんなもんお前何もお前あれ違うからな。何もテレビに映るために違うんだぜお前。何用やんな問題や。何言うてんのお前、社交だとそんなもん違うやな。またこうと決めたら絶対に意思を曲げずにやり通す信念の人でもあった。そのため業界の輪を乱す反逆者として、しばしば同業他社からのやっかみや批判を受け、行政と対立することもあった。当時タクシー料金は同一地域同一料金を原則としていたため、価格競争が起こらず、2年に一度は各社揃って値上げをするのが業界の慣例だった。青木はこれに反旗を翻した。昭和56年、慣例通り値上げに踏み切ろうとした業界の中で MK タクシーだけが料金の据え置きを宣言し、値上げ反対運動を起こす。ところがこれが運輸省に睨まれた。仕方なく一旦は主張を引っ込め、他社に倣って値上げに踏み切ったが、青木は一度言い出したことは絶対に諦めない男だった。翌年改めて値下げを申請するが、あえなく却下。すると運輸省陸運局を相手取って裁判をふっかけ、昭和60年に大阪地裁で全面勝訴を勝ち取った。昭和63年、国と和解。平成5年、業界の慣習を打ち破り、ついに全国で初めてのタクシー運賃値下げを実現。こうしてタクシー業界は規制緩和されていったが、実はこれをきっかけに他の業界でも規制緩和が広がっていった。なおこの年の流行語大賞では MK タクシー会長として青木個人が規制緩和で金賞を受賞している。このように絶対に折れない男の青木だったが、謝るべき場面では律儀すぎるほど律儀に謝る一面も持ち合わせていた。値下げ運動を起こした際、一旦は周りと同じように値上げをすることになってしまった青木は、お客様との約束を守れなかったということで、京都市内の全ての家にお詫びの割引券を配った。また青木の次男で東京 MK の社長を任されていた正明は、しばしば暴力沙汰で逮捕され、辞めたり戻ったりを繰り返していた。この正明が最初に逮捕された平成17年、青木は謝罪会見を開き、私も原点に戻るためもう一度ハンドルを握ると表明。運賃を無料にするため営業車ではなく一般車を使い、実際に東京都内でお詫びタクシーを運転した。巷では接客態度の良いタクシー会社という評判の MK だが、時にはクレームが入ることもある。ある時匿名で入ったクレームに対し、道路に看板を立て、謝りたいので名乗り出てほしいと乗務員が交代で呼びかけたこともあった。2017年6月、青木貞夫逝去。企業コンプライアンスが叫ばれる今となっては、青木のやり方は昔とはまた違った問題を引き起こしそうでもある。だが青木が残したエピソードの数々には、どこまでもまっすぐで誠実な人柄がにじみ出ているようで、どこか憎めない。15歳で日本に渡り大成功を収めた青木だが、いくつかのメディアに残っている青木の言葉には、祖国韓国への思いが見て取れる。日本人に尊敬される商売をすれば韓国人も尊敬されるはずだ。韓国民が意思を結集すれば10年内に日本に追いつくことができる。2004年、青木は韓国政府から一般人に贈られる勲章の最高位であるムクゲ賞を受勲している。おいしいやろ、あれ僕は。おいしいやろな。ね、どうや。こっちです。
だからこういうお芋の美味しそうな運転手にならんだかん。